皆さんこんにちは。菅製作所の工藤です。私たちは最先端の薄膜を作る ALD 装置を開発しています。ALD と聞くとウェハー状の半導体をイメージされる方が多いですよね。でも実は粉体、つまり粒子や粒への ALD 製膜も可能なんです。今日はこの粉体 ALD がなぜすごいのか、身近な例を例えて皆さんの役に立つよう詳しく解説していきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。なぜこの粉体 ALD が次世代材料に不可欠なんでしょうか。その理由は2つあります。まず1つ目に優れたコンフォーマル性、段差被覆性です。つまり形状に沿って均一に被覆する能力のことです。皆さん小さな砂粒やスポンジのような複雑な表面を持つ粒子の全体に原子レベルのコーティングを施すというところをイメージしてみてください。従来の技術、例えば PVD や CVD ではガスが直線的すぎて粒子の狭い隙間や奥深い微細な穴まで膜を届けられませんでした。例えるなら懐中電灯の光です。どうしても影が出てしまいますよね。これに対して ALD はガスを交互にパルス導入して表面反応を自己飽和させます。これはガス分子をパルス的に導入して粒子表面を均一に覆うようなイメージです。この能力が高機能材料の性能を最大限に引き出します。2つ目は原子レベルでのデジタル制御です。ALD はサイクル数を数えるだけで原子1層約 0.1 ナノメーター単位で膜圧を制御することができます。数ナノメーターの極薄膜で材料の表面や界面の性質を意図的にチューニングできる。この精密制御は最高の性能が要求されるアプリケーションで進化を発揮していきます。さて、ここからは粉体 ALD が特に注目されている未来を変える3つの研究分野について具体的に解説していきたいと思います。まず1つ目は保護膜としての応用です。これはデリケートな材料を極限まで薄い膜で守る技術です。例えば LED に使われる蛍光物質。これは空気中の水や酸素に触れると劣化して寿命を短くしてしまいます。また、コーティングで膜を厚くしすぎると光が遮られて透過率が下がってしまうのが課題でした。しかし、ALD でナノレベルの膜をつけることで透過率を極力維持しつつ保護膜をつけることが可能になりました。また、他にも医療用の MRI で使う酸化鉄粉体へ生体適合性のある二酸化チタンを製膜したり、銅や鉄などの酸化しやすい金属 3D プリンター用の粉体を極薄のコーティングで守り、品質を保つ研究も進んでおります。次にご紹介するのは、今最も注目されているリチウムイオン電池です。粉体の表面を薄くコーティングすることで安全性が高まり、電池の寿命が長くなって、さらにたくさんの電気を貯められるようになります。こうした大きなメリットがあるため、研究開発が進められています。最後3つ目は、クリーンエネルギーの代表格、燃料電池の触媒設計です。燃料電池では、白金、プラチナの使用量削減が大きなテーマです。ALD、アトミックレイヤーデポジションによって、カーボン単体上に均一で極薄膜なプラチナ膜を形成することで触媒活性を維持しつつ白金の利用効率を向上できます。これによってコスト削減と高出力化の両立が期待されています。最後にまとめです。粉体 ALD 技術はウェハー ALD と同じ原子レベルの精密制御を粒子という複雑な形状に適用することによってエネルギー、環境、医療といった幅広い分野に革新をもたらそうとしています。
菅製作所の ALD 装置 SAL1000B では、この原子レベルでの均一なコントロールと高品質な膜を実現できる小型機です。菅製作所では ALD 装置を導入されようとしているお客様向けに ALD のテスト製膜サービスを有償で行っております。どんな膜になるのか試してみたい。研究に必要なので、この粉体だけを製膜したいなど、お客様のご要望にお答えしております。お客様の研究開発のニーズに合わせたサポートを提供できますので、ぜひご相談ください。この動画が皆さんの新しい発見につながれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。もし役に立ったと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。